はい、こんにちは、けんゆうです。今日はですね、アボカドの接ぎ木、腹継ぎですね、腹継ぎというものをやっていきたいと思います。で、ホギで取ってきたのがこれですね。ちょっと日系の名前を忘れてしまったんですけれども、これはアボカドの枝です。で、台木で使うのはこの木ですね。この木を今からちょっと、切り倒して、なんだろう、腹継ぎ台木で使いたいと思います。4メートルぐらいちょっとあるんですけれども、未生苗ですね、種から生まれた苗を使っております。はい。で、花が咲かないので、ちょっとこれね、切り倒してね、接ぎ木でやっていきます。パッパと。ここら辺の邪魔な枝は木が高いので何回かに分けて切ります。最後ですね、こっちから切ろうかな。ここぐらいでいいかな。はい、はい、いい感じになりました。いい感じになりましたね。これを台木ですね、使っていきたいと思います。で、さっきのホギがこれか、このホギを、ちょっと使ってね、ここに腹継ぎしていきたいと思います。どこにやろうかな。ここぐらいか。ここですね。こっちにやりたいと思います。よし。よし、それでは早速ね、ホギを作っていきます。はい。ですね、ホギで使うアボカドなんですけれども、ここにね、芽があるので、そうだな、こいつを使いたいと思います。これですね。はい。で、この芽の下から45度ぐらいで切っていきます。もう一回こう。はい。このぐらいでいいかな。45度ぐらいで、この芽の下からですね、切りました。で、反対側も少し形成層を出すために少し切ります。はい。このぐらいでいいでしょう。そうですね。はい。で、一つだけですね、今回使うのは。このくらいでいいかな。よし。はい、これだけを使います。で、ここに芽があるので、こいつを台木に対して外側に配置するようにしていきます。ここですね。で、もしですね腹継ぎをされる方は、ここ側に芽があるとその成長していくとね、この芽が成長していくとホギを押してしまうので外れてしまうので、ここ側に台木側にある芽は全て、切り取るか、そもそもね、芽がついてない枝を使う、ということをした方がいいと思います。では早速ね、この台木の形成層も少し出していきたいと思います。ちょっと曲面になってるので難しいですよね。はい。ちょっとこのくらいでいきたいと思います。で、ですね、この外皮の一層内膜、ここわかるかな、外皮の一層内膜、ここですね、ここに形成層の層があるんですよ。養分とか水分を運ぶ層ですね。で、この養分とか、水分とか運ぶ層と形成層、ここの台木の形成層と、このホギの形成層ですね、こう今アーチ型になってる層があるんですけれども、この白いやつじゃないですね、なんかピントが合ってるかな。ちょっとピントが合うのは難しいんですけれども、ここに、層があるので、このホギの形成層とこの台木の形成層を合わせる、方法になります。ちょっとすいませんね、ほこりが入っちゃってる。はい、こんな感じで、で、そうですね、形成層と形成層を合わせるので真ん中にやらない、ちょっと真ん中にやらずに寄せた方がいいです。こっちから取ると分かりやすいかな。ちょっとやりますね。はい、そうですね、
形成層がアーチ状にあるので、こう真ん中にやらずにこうちょっと寄せると、はい、こんな感じでですね。これでいいですね。このくらいでいいと思います。かなりね、ピントがあんまりそうですね、いいかな、いいと思います。はい、ちょっとすいません、カメラをお願いしていいですか。こんな感じでいいね。はい、こんな感じでいいですね。で、あとはちょっとほこりが、ね、あとはですね、これメデールテープと言われる、成分解性があるねテープを使っていって、後で溶けちゃうので、ぐるぐる巻いていきたいと思います。で、ちょっと今回台木が太いので少し、長さをとってね、多分足りないかもしれないけど、ちょっとこれ伸びるので、このくらいですね。今回は取りました。切り継ぎの場合はそんなこのくらいで事足りるんですけど、ちょっと長めに取ってます。で、僕はね、下から巻いていきますね。そうすることによってこう上に重なっていくので、雨が降った時にこう入り込まないという、メリットがあります。で、下からですね、1周分ぐらいは余分に取ってもいいです。はい、で引っ張りながら、これ引っ張ったらこのように伸びるので、引っ張りながらこう巻いていきます。で、1周分は余分に巻いちゃっていいと思います。外れるとやばいのでね、せっかくやったので、ちょっとケチケチせずに使っていきます。はい、こんな感じかな。破れたちょっとごめんなさい、破っちゃいました。もう一回やろう。目じゃないところは何重で巻いてもいいと思います。すいません、ちょっと破れちゃいましたので、もう一回やります。はい、ここに目があるので、ここはあんまり巻かずに、はい、ちょっと破れなかったらいけたと思うんですけど、ちょっと下だけがっちり固定して、もう一回やろう。メデルテープね。じゃあ早速目の方に行きましょう。はい、これ1回だけですね。目は何重にも巻いちゃうと突き破れなくなるので、1周だけです。はい、で目、にかからないように上から通します。こうですね。それ以外はもう巻いちゃっていいと思います。はい、で最後ですね、こう巻き終わって、一応支点と終点をの切り端をね合わせるようにしてます。ここですね、ここに。はい、で下から巻くことによって、下から巻くことによってね、この層がですね、テープの重なり具合がですね、雨が降ってきた時にちょっと下に落ちるようになってるんですよ。上から巻いてしまうと、雨がねこの隙間から入っていってしまうので、下から巻くと良いです。はい、であとですね、切り継ぎといってここの上から刺す分にはですねやらないんですけれども、今回腹継ぎなので、テープがちょっと外れないように、またちょっと上からね、なんだろうな、これ、ちょっとゴム伸縮性のあるテープ、なんだったっけ、名前忘れちゃった。これで留めていきます。はい、でさっきその支点と終点を合わせたのが、これで留めるからなんですよ。理由があって、ここですね、ここを押さえて、これちょっと伸びるので、ちょっと節約しすぎたな。下に、はい、こんな感じかな。こんな感じできちんとねこの支点と終点が止まるように、でもいいぐらいだ、伸びるんで、はい、よいしょ、こんな感じでいいかな。よし、はい、であと切り口が台木のこの切断っていうのかな切り倒したところが面積広いので、今回は油合促進剤、これですね、トップジェムペーストをつけていきたいと思います。なんかねラッカーとか墨汁でもその代用ができるという風な、記事を見たことがあるんですけれども、
なんかレポートが出てて、このトップ GM ペーストの方がね、その傷口を塞いで、そのカルス形成っていうんですけど、そのかさぶたみたいになる、速度が速いようなので、僕はこれを使ってます。で、ちょっと前回の動画でこの1キロね、多分3000とか4000とか言ってしまったんですけど、これ2500円だったかな、2000円ぐらいで、あります。でちょっともうヘラが、カチカチになっているので、なんかもうねきちんと濡れてるかどうかわかんないですけど、あんまり塗りすぎると垂れるので、このくらいですね、適度に垂れないぐらいで塗ってあげてください。よし、こんな感じでいいかな。いいともう塗りすぎたかな。まあいっか。よし、これでここですね、ホギのこの芽から、新しいこうアボカドがニョキニョキと生えてくることを、期待して、またですね、生えてきたら、YouTube の方でシェアしていきたいと思います。はい、ということでですね、この動画が面白いと思った方、ためになったと思った方ですね、グッドボタンの方と、もしよければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということでバイバイ。